で、いろいろガチガチのです。冷蔵で寝かしたスープです。寝かしたスープです。はい。はい。で、いろいろ仕込みの時とか営業中釜揚げが5時ぐらいにずっとなるんで、明日でも来てもらっても大丈夫です。わかりました。はい。元旦だけうち休みなんですけども、元旦も僕が出てきてこれ火つけて、毎年。釜は毎日火つけると。それがうちの命が悪い。火止めて帰ってるから、沈殿して重いんですよ、カスが。これだけ重いんで軽く回らないんですよ、労働なんですよ。こういうとぐっちはできないんですよ、一応。
骨粉が多いんで、はい、最初には強い火でするんですけども、最初はちっちゃい火で温めて、はい、皮を作らないと当たるんですね、すぐ。骨粉が多いんです。だからまずは最初ちっちゃい火でちょっと温めます。それから強い火に。特にこちらのラーメンって、一応というか、呼び戻しのラーメンの、また特に特殊な感じの、スープになられると思うんですね。その言われたように骨粉がかなり多いですね。だからちょっとそういうかなり独特な作り方されてらっしゃるような。これがもう32年ものの釜です。はい、32年の釜。だから32年間ずっと骨を絶やさず、スープを絶やさず、ずっと継ぎ足しやってるスープです。それがこの大きいこの骨が溶けてコップになるんです。だからうちはハンマーで骨を砕いたりはしないです。丸ごとそのまま日によって砕きます。だからちょっと結構重労働です。でこれが昨日取ったスープです。でこの4杯しか取れないです。はい、1杯160杯分ぐらいしか出れないです。だからずーっとこの冷蔵庫にストックしていかないと、一つの釜でこの2杯しか取れないです。これで160杯、はい、してやるんですね。これだけ大きな釜でですね。はい。だからもうずっとだからもう結構ね、大変なやり方ではあるんですけどね、もうそれぞれのラーメンのやり方が違うんで、もううちはこれで作ってるんで、これがうちの命釜。はい。もうこれ、はい、命をかけてやってます。32年間。はい。ずっと続けられてます。正月でもいつでも火をつけてます。一応ちょっとあれですけど、森山大将って、お父さんがもともとラーメン屋さんの屋台をされていらっしゃる。僕は生まれる前ですね。僕はラーメンを知らないです。基本的には知らない。知らないです。だから家でちょこっと作ってくれたり、いろいろ料理が得意だったもんで、はい、いろんな料理を子供の頃から作ってもらって食べさせてもらってます。だから僕が一番最初に幼稚園の頃に教わったのがラーメンの作り方ですね。インスタントラーメンのインスタントだから幼稚園の頃から自分で炊いてました。で僕はチキンラーメンをお湯かけて食べるんじゃなくて、子供の頃はチキンラーメンは鍋で炊いてました。はい、あれを柔らかくして食べるんです。チキンラーメン炊いたら美味しいですよ。でもその幼稚園で幼稚園からそれ当たり前に、はい、だから初めて覚えたものがチキンラーメンの作り方ですね。鍋で炊く、インスタントラーメンを鍋で炊く。チキンラーメンなんですね。はい、チキンラーメンですね。やっぱり昭和33年に発売されて、僕は34年生まれなんで、同世代なんですね。同世代。はい。今入れた2つの、昨日の分と一昨日の分とか日にちを分けてブレンドさせます。呼び戻しのスープはね、一番感覚的なもの。呼び戻しっていうのは取った時も全部呼び戻しなんですね。これ全部呼び戻しですけども、日によってのブレンドがブレンドがやっぱり新しいスープが入るなるんですね。やっぱりどうしてもこの辺の感覚がどうしても森山大将の感覚にね、やっぱりそれがボケてくるわけですけども、僕はずっと水商売とかをやってて、森山大将って、その水商売っていうか、要は記事で見た部分では世良さんの付き人、それ水商売をする前、それからして世良さんの付き人を20歳の時に行きまして、じゃあもっと前に水商売をやってた時
にはいその話が来て、それで東京に行って、で東京からまた何年かして帰ってきた時に、でもどうしても水商売に戻って自分で店を作っていったんですね。そういう順番ですね。そうですね、世良さんツイスト。ツイストですね。でも今若い人たちは世良さんをツイストってわからないですね。まあちょっとね、僕でもギリギリってそうですいうかね。うちのおかみもはその話を知らなかったら知らないんじゃないですかね、ツイストっていうのは。ツイスト知っとる？知らんよね。燃えろいい女、あんたのバラード、佐賀、引き金、いいですよね、宿なし。亡くなったんで、なんとか一番好きな食べ物がラーメンなんですね。一番やりたくない仕事がラーメン屋なんですね。矛盾はしてますけども、それでよしラーメンを始めようということで、まさか32年続くとは思いませんでしたし、まだ続けるとは思いませんでしたね。一番やりたくないっていうのはやっぱりラーメン屋さんのその大変さ。そうです、その通りです。ラーメンっていうのは本当一番好きな食べ物なんです。豚骨、醤油、塩、味噌、いろんなラーメン大好きです。ラーメンは食べに行くのが一番だと思います。皆さん、ラーメンは食べるものです。作るものではありません。僕はそれで、だから休みの時は、もう本当僕の趣味はラーメンの食べ歩きっていうか、県外にラーメンを3軒ぐらいこうチョイスして行くのが楽しみなんです。本当ですか？はい、もうそれが趣味です。豚骨ラーメン以外も結構食べられる。醤油ラーメンが好きです。醤油ラーメン。福岡ではほとんど醤油ラーメン食べます。県外に行ったら豚骨食べたりします。まあ、豚骨は行くとこは福岡が決まってたり、県外でいろんなこのラーメンお客さんから聞いて行ったことないような。だから土地勘を知らないで3軒選んでいったら、30分間で3軒住む時もあります。大変です。でもそれがもう本当楽しいです。だから僕ラーメン屋なんですけども、ラーメンを食べに行った時に、あ、ここはどういうラーメンの作り方をしてるな、どういう材料を使ってるな、全く関係ないんです。知ったこっちゃないです。よそ様の作るラーメンを美味しくいただくのが楽しみなんです。じゃあもう純粋にお客さんとして。そうなんです。だから結局ですね、ラーメンの食べる方多いじゃないですか。好きな方、YouTube とか上げられとる、インスタとか、あの方と一緒なんです。だから休みになったらもうラーメン屋じゃなくなってラーメン好きに変わります。本当ですか？もうラーメンが大好きです。今このスープを沸かしているのは、だからまあ同じスープではあるんですけども、3種類ですね。同じスープなんですよ。作り方も材料も同じなんですけども、三者三様、それをブレンドしてます。同じその、まあでもその三者三様っていうのはあくまでも本当にもう森山大将。僕のただもう勘です。勘ですよね。完成です。そうですそうです。完成です。だからその辺がねやっぱり一番重要なところであってですね。特にこれをもうブレンドして一杯のスープにするわけだからですね。でもそれはもう体とかいろいろ感覚で覚えたもので、まあ極端にちょっと違った。32年間作り方は変わってないです。カイリーさんのこの丼はもう長らく同じデザイン。そうです。伊万里焼きです。伊万里焼き。伊万里の太一郎窯っていうところで焼いてます。糖度の濃いスープは沸点が低いんですね。ぬるく感じるんです。うちはラードも少ないんですけども、スープは濃いんですけども、どうしてもぬるく感じるんです。濃度が高いほど。だから丼も熱々にします。そうしないとね、せっかくのラーメンがね、
まあそれぞれの感覚が違う猫舌の方もいらっしゃいますでしょうけども、やっぱり熱く出したいんです。結構暑さをね重要視されるラーメン屋さん、そうですね。だから最近はいろいろ工夫されて、丼が薄いとことかありますよね。割れやすいですよね。でもあれが熱さを感じるんです。そうですね。はい。割れやすいけどもスープが熱々に感じるし熱いんです。だから保温性とかいろいろ今も研究されてますよね。でそれぞれのお店の丼もそこのやっぱり物語があるんですね。そうなんです。ただの丼じゃないんです。普通にずんだれって使うんですよ。そう多いですよね。だから方言のずんだれなんです。だからね、なんでずんだれかって言ったら、やっぱり子供の頃母親に毎日何もしてないのにずんだれがで今この64になって母親ももういなくなりましてね、ずんだれって言葉が決していい言葉じゃないけども、なんか今懐かしいいい言葉に感じるんですその思い出の言葉なんですね。だから僕はずんだれを大事にしたいんです。言葉も麺の茹で方も大事にしたいんです。何分何秒で変わるんです。何分何秒で油断してたい、ぼーっとしてたら伸びるんです。伸びたらダメなんです。やわ麺と伸びた麺は違うんです。はい、皆さん勘違いされてますけど、伸びた麺は伸びた麺、やわ麺は違うんです。芯がピーンと入ります。麺はやわく茹でたらコシが出ます。うまみと甘みが出ます。麺は小麦は茹でるものですこれ新しい新骨、トントのね、頭骨を入れますね。頭の骨を、そして混ぜていくんです。古い骨ばっかしじゃないんですね。でただただ骨を入れて煮込んで呼び戻しかじゃなくて、ただ煮込んだらえぐくなるんです。その兼ね合いが難しいんです。濃くてうまみを出さなくちゃいけないんです。スープが濃いけど飲んだらうまみを感じないスープって多いですよね。そうですね。はい。ただ濃いっていう売りで、だからうまみってやっぱ大事なんです。このスープの甘さ。でも正直なところ、このトントだけ、トント背脂だけですよね。素材的には。でもトントと背脂だけでこの味が出せるっていうのはちょっと僕的にはかなりね。そうですか。よくはなんですかね、これが正解正しいやり方ではないんでしょうけども、これが僕のラーメンなんで、だから自分のラーメン作るじゃないですか。さっき言ったみたいに僕醤油ラーメンも好きなんですね。好きなんです。でも僕が醤油ラーメン作っても似合わないですよねそれはちょっとね、やっぱりこのうちはど豚骨品のないこのスープ、その丼にしか僕の顔は映らないです。だから自分の思いの込めたスープ、丼に自分の顔が映らないと自分のラーメンじゃないんです。だから僕は醤油ラーメン塩ラーメン大好きですけども、僕の顔は映らないです。上品なスープには。だからそういうのはいただくのが一番幸せです。でも焼き飯も大好きです。僕ね、よそに行ったらね、2軒3軒行ったら全部半チャーハン食べます。大好きです。でも僕海流にはチャーハン置いてないですよね。はい、僕はラーメン屋です。僕は焼き飯屋じゃないです。ラーメン屋です。でも食べに行ったらいただきます。まかないでは作ります。まかないでは作る。はい。お店では出さない。はい。ラーメン屋です。それ以上の言葉はないと思うとですね。本当ね。お前一生懸命ラーメン命かけて作ります。命かけて作りますけども、いやー食べに行く側が一番いいです。そうですね。もう幸せです。だからお客さんがよく食べ歩きするんよ、今からどこどこラーメン行くよとか何軒もあるよ、羨ましいでついていきたいですもんね。食べ歩きにもう羨ましいですよ。お客さんにそれを言ったら冗談で言ってると思ってるんですよ。好きなんですよ。このニュータッチはまだすごい種類が、これがこれいつもずっとニュータッチ今でも販売されてます。これニュータッチです。ニュータッチっていうメーカーなんですよ。ここの麺はすごいですよ。ここの麺はすごいですよ。ニュータッチって僕ちょっと
あまり売ってないですけどね。どこのメーカーさんなんですか、ニュータッチ。ニュータッチさんはですね、何やったかな、これだ。これを玄関に立てて、外にも大きい看板作って、これを玄関に立ててたんですよ。そしたら来ていただいたお客さん、やっぱせっかく食べに来てもらったらやっぱ腹立つじゃないですか。そしたらこのバカらしい親父がね、ここでこう立ってたらなんぼかいいかなと思って。めっちゃいいね、素晴らしい出来ですね、これ。もう本当に新しいのれんか。そうです。まだつけてないんで、下ろしてないです。このれんってあれってどれぐらいの期間使われてるんですか。うち西日っていうか日が当たるんで焼けるんですよ。そうですね。あれどのくらい前やったかね。だから看板とかうち看板も緑だったでしょ。今回あえて白にしたんですよ。その方が焼けないかなと思ってちょっとイメージ変えてみようと思ってのれんも白にしてみようかなと思ったけども、やっぱりうちのカラーは絶対緑やから緑のれんは緑。そうですね。全部白だと思う。32年前。よいしょよいしょよいしょ。このタレも継ぎ足し継ぎ足しです。もうこれも32年ぐらい。そうですね。はい。でこれで新しいのと古いのを混ぜながら。すごい匂いですね。福岡だとチャーシューのタレとラーメンの素タレ同じとこ結構多いんですけど。やってますね。それが普通の大体の作り方です。こちらも同じ。違います。違いますよね。元タレは元タレで作ります。作りますよね。どうしても量的にこれがずっと寝かしておきたいんで。そうです。そうですね。そうです。なんかうなぎのタレみたいなもんでコクを出すために。だから元タレは別に作ってます。僕はラーメン屋一人以上自家製麺はしないです。なんでかって言ったら僕これ以上の麺は作りきらんからです。はい、これプロが作った麺が最高です。これ以上の麺を作るんだったらここはスープなんか作る時間ないです。そうですね。もうずっと長らくこちらの安倍製麺全部これです。うちは買えません。僕がずっと始めるときに福岡から全部来たのがこれです。選び抜いたラーメンが麺がこれです。これって番数的には何番？22番手です。22番ぐらいですね。手間ですけどほぐしとかないかんの。麺を何でも段取りです。段取り8分仕事2分。段取りを8分しとけば仕事は2分でいいんです。だからちゃんと茹でて美味しく命を入れ込んであげなくちゃいけないです。それを命を入れ込まんで茹でないで生殺しで出す人が多いです。何が片面張り方ですか。すみませんねお客さん、申し訳ない、すぐのれん出します。お待たせしました。どうぞいらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。はいどうぞ。海流大盛りのずんだれ。はい。また替え玉の時好みで言ってくださいね。海流大盛りのずんだれです。
はい、真ん中どうぞ、そちら。お二人様のうちよろしかったらお一人様でも何かのラーメンのうちの一番自慢の入れ方のずんだれ、これで麺を食べてみてください。一番おいしいんで。伸びた麺ではございません。まず最初は普通食べてみると絶対固めてきます。でもうちは自慢なんでずんだれを入れてます。もしよかったら替え玉の時半玉もありますんで、いつも固めだったら固め、普通だったら普通、比べてみてください。100% 違います。麺っていうのを茹でたら芯がピーンとできて甘みうまみが出るんです。はい、片面張り方ってのはごめんなさい、あれ茹でてないやつです。の食べ方で時間のない方の食べ方です。だから固めが美味しい麺もあります。やわめが残念な店もあります。普通が一番いい店もあります。まずはそこ食べてみることです。絶対良さも悪さも分かります。初めてのことで固め言うたって絶対分からないです。ね、2週間のために1ヶ月休んできました。特に海龍さんってスープをここで作って博物館持ってって、はい、で向こうでも作ります。もう大変でした。時間がもうほとんどないんですよ、状態で。もう死ぬ、もう命かけていきましたから。もうそれで大げさじゃなくそのくらいの気持ちでいきました。でもね、ラーメン屋の仲間が、まあ、例えば林家、健之助ラーメン、あとはタイソンとか、北九州の建龍、虎食堂、みんなが手伝ってくれたんですよ。サポートしてくれて、だから回ったんです。1万何千杯売りました。おかみ2週間で、はい、2週間で8500杯以上あげてます。ラーメン。だから手が今でも痛いはずです。男でもできません。それだけ命かけていったんです。本当に手がもぎ出るんやないか、体がもうこのまま倒れるんやないかという思いでいきました。大げさでも何でもないんです。博物館にもう、どれぐらい前から海龍さんの方がどれぐらいですかね。20年は早いです。初めて来た時から。もう20年は経ってます。はい。大体なんか今回は早かったって言われたんですけど、なんか月にどれぐらい来られるとですか。月大体普通で4、5回ぐらい。4、5回。じゃあもう週1です。週1。1回は年間で60何回か来たことがあって。じゃあ月60何回。まあ月。まあ大体5回ぐらいは来てる感じで。じゃあもうね、ほとんど毎週海龍さんが来られてらっしゃるぐらいの感じ。趣味に話してくれる。楽しくて。そうですね、接客とかですね。まあもちろんラーメンもね、やっぱり。もう大好きです。一番大好き。やっぱりこの福岡のラーメンの中で、その海龍さんのラーメンってどんなところが好きですか。もう自分の好みに、まあそうですね。もうピシャリ。まあいろいろ他のラーメン店も美味しいとこあるんですけど、まあそうですね。まあ
いいとこ取り的な感じ。あここ食べとけばもう間違いないでしょ。海流2杯ともずんだれです。はい、お待たせしました。ずんだれでいいですか、くだらないんで。はい、玉ずんだれがもう1枚。当たり前かもしれんけども、僕力を抜くことができないんですよ。僕は一生懸命ができないんです。一生懸命するんです。今一生懸命、一生懸命っていつするかわからないです。そうですね。はい、一生懸命、一生懸命、今お話しするのも一生懸命、仕事も一生懸命、ラーメン食べ行くのも一生懸命、一生懸命、だから毎日がきついです。バカです。人はバカほど愛される。ああ、バカでよかったなって死んでいきたいです。人間バカが一番です。本当のね、バカチンじゃダメでしょうけども、人間バカでいいんです。はい、僕は一生のテーマにしてます。表にも書いてある。そうです。あれですよね。僕の名刺がこれです。はいはい。もう大体いつも食べられる時ってもうずんだればっかりが多いですか、やっぱり。ずんだれって、たまに替え玉では普通のやつに変えたりとか、ずんだれが大好きです。体気をつけて。ありがとうございます。はい、一番なんでこんなちっちゃくああ、もういいんです。ちっちゃく遊び心です。これを売りたいんじゃないんです。頼まれないですよね、普通。わかんないですね。いや、言われんとわからんですよ、これはさすがに。で、先輩に連れてきてもらって、で、ちょっとたまたま今日、明日時間休み取れたんで、東京からまた東京って20年前も出張で来て、では先輩に連れてきてもらって、はいでここなんか車じゃないと来れないんで、そうですね。なかなか来れなかったんですけど、ちょっとようやくちょっとへえ、念願叶って20年ぶりに。 10年ぶりやっぱりその結構20年前に食べられたラーメンの味って覚えてるもんですか？めっちゃ覚えてるんですよ。へなんかなんですか、匂いが匂い、獣の匂いがする。すごい衝撃的で、でちょっとスープがなんでしょう、ザラッとしてるというか、骨の粉っぽいのが入ってて、それがすごいずっと記憶に残ってて、やっぱり今日も同じような印象ですね。そうですね。なのでこのずんだれはちょっとね、今日初めて知りました。なかなかね、ちょっと僕要はそのフードカメラマンでいろんなところ、もちろんラーメンの取材とかさせていただくんですけど、なかなかこういったラーメンっていうのはもう今現在少なくてですね、やっぱりなかなかですね。そうですよね。はい、まかない油そばです。はい、まかない油そば。はい、これだけです。もう本当デザートです。食べてみてください。これなんかかかってる？もううちのラードと元だれかかってます。ラードもかかってます。食べてみてください。もう何もかけない。はい、お一人。あ、いらっしゃいませ。こんにちは。はい、またこの見てください。ライスですね。はい、ラーメンのずんだれ、ご飯一で。うまいでしょ。味ついてますね。
はい、ラードとぶどうだれうまいでしょ。はい、これがまかない油そばです。そうなの。でしょ。いいですね。なんか僕も食べたことないのでめっちゃ羨ましいいや、です。なんかね、味が結構濃い。あ、味濃いんですか。うちのラードと元だれとちゃんとこれを、見た目よりなんか味が。はい、麺がちゃんと美味しいんです。麺も。 20年ぶりの海流どうでした。いや、もう、めっちゃうまかったですね。あんま変わってないというか、むしろ、ちょっと。これとかね。はは。油そばとか、なんか新しい発見があって。来てよかったですね。はは。冷たりはしないですよ。ごめんなさい。はい、大盛りずんだれ。でも今日9割方ずんだれじゃないかなっていうぐらいの。大体そんな感じになりますね。はい、どうぞ。はい、はい、海流ず。ラーメン大盛りのずんだれ。初代30年前に一風堂さんが九州代表で出られましたよね。で8年間9年間一風堂さんが出てもう活性化しない、すごい人気の店だったんですけども、博物館をもう自分は出ると、出るけども、自分に一風堂の社長さんが自分に一軒だけ店決めさせてくれと、博物館側じゃなくて、俺に俺の後を決めさせてくれっていうことで選んでくれたのが私なんです。嬉しかったです。だから800杯900杯無理、まあ、ある店豚骨ラーメンでも600杯とかあれで無理って言われてたんですけども、おかみが800杯超えるとか言うたんですよ、博物館の方の前で。それは無理ですよ、おかみさん無理ですよって言われて超えていったんですね。800、900杯、1万何千杯売ったんですよ、2週間で。よそは3週間、うちは2週間で。最後に博物館の社員の方、おかみの前に4、5人並んでお詫びしてました。申し訳ございません。結構あんなある。90。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、煮卵ラーメン上がります。はい、煮卵2杯ね、両方ずんだれ。はい。おい。
卵ラーメン2杯、2杯ともこれが全部のせ。はい。チャーシューこれどれぐらい煮込むとですか？これ大体1時間弱ですね。はいで漬け込んで味を。はいで今度冷やしにかかるんですよね。寝かして。はい。もう寝かせるのが。実は混ぜれないです。混ぜれないぐらいなんですか。混ぜないです。同じラーメン屋さんでも混ぜれないです。はい。腕力では混ぜれないですね。もう体全体腰を入れないと。腰を入れてもうなんかテコの原理みたいな感じで、それでやっと上がるぐらいの。そうです。腕力じゃまずもう大変なんで、はいはい。多分営業の最後まで体が持たないです。ああ、そうですね。そうです。もうずっと作って、もう混ぜないとほら、仲間なんで下が焦げるんですよ。そうですね。そうです。腕力で腰を入れないじゃダメです。いやまあやっぱりそのラーメン屋さんでそのよく見てる光景ではあるんですけど、ただ全然多分物が違うんだろうなと思ってですね。ああ、物が違いますね。同じラーメン屋さんでももうびっくりします。よいしょ。ずんだれ3枚ね。はい、関係。はい、ずんだれで。はい、ずんだれで。お一人様でも、何かのラーメンの特性一番比べてくれることがタップは違います。入れてないだけ。結構食べますね。もう東京、関東の方2人いるんで、豚骨少なくて家系ばっかりだったので、全部主力が食べたかったら豚骨やっぱ美味しい。地元が鹿児島なんで、懐かしさが。初めてですね。これちゃんと説明受けて。なかなかないもんね。3330円です。あ、ペイペイ。ペイペイでいいですか？はい。仲いいですもんね。マックス必要なのすごい。金油そばです。考案者です。すげえ。このまま食べるやつよね。そのまんま食べる。カメラ。いや、いいですよ。いいですか。うまい。めっちゃうまい。お遊びです。遊び心。ああ、美味しい。めっちゃ美味しいです。はい、ずんだれです。餃子ちょっと待ってください。餃子ちょっと待ってください。お待たせしました。お席に全部のせラーメンのずんだれです。こちらがラーメンです。2140円です。140。はい。よかったです。ありがとうございます。よいしょ。
ごいっすね。すごいっすね。2種類あります。あ、はい、うちのメンバー2種類あります。これ違います。1回7キロです。食感と味も変わります。味も変わるんですか。はい。もちろん1種類のあれですよ、カレーのルーでも2種類入れた方が美味しいですよね。ということですね。何でもスープでもだから今日のスープだけじゃなくて昨日と一昨日ブレンド、メンマもブレンドです。そうですよね。あ、もうすぐ。そう。これで2時間、2時間か2時3時間、ちょっと状況を見ながら蒸します。この状況で。ずーっと炊くんじゃなくて蒸し上げます。逆よ俺が。
よいしょ。すみません、私は今回ね、2日間ちょっとずっと撮影に入らさせていただきまして、どうもありがとうございます。どうもお疲れ様です。ありがとうございます。やっぱり時期的に結構年末っていうのもあって、やっぱりなんか結構10年ぶりに久しぶりに海流さんに来たとか、結構20年ぶりに海流さんに来たとか、そうですね、はいはい。やっぱり多かったんですけど、今日は県外の方は多かったですね。多かったですね。トランク、大きいトランクを持ってこられてね、もう偏僻な場所なんで、もう申し訳ないですね、皆さんにご迷惑かけて。やっぱりね、ただ、もう本当にどこ行っても他にないやっぱり豚骨ラーメンだと思うんで、やっぱり皆さん久しぶりに食べたくなったって言われ方が結構多かったもんですから、やっぱりなかなか10年経っても20年経っても忘れられない味なんだろうなと思いますね。もう本当ありがとうございます。この品のないラーメンなんで、よそにはない品のなさがありますので。よそにはないのはない。豚骨ラーメンもね、いろんな作り方もいろんなスープがあるんですけどね、いろんなラーメン食べてもらって。ラーメンはもう豚骨も塩も味噌も醤油もみんな美味しいです、ね、もういろんな店でそれぞれスープの作り方、麺の茹で方、麺のね小麦の具合、いろいろ違いますんでね、いろんな楽しみがあると思います。だから同じ食べ方をしない方がいいと思います。自分はもう分かるんですよ。自分は固めが好きなんだっていう、バリ方が好きなんだっていう方もいらっしゃいます。それは好みで結構ですけども、いつも同じ食べ方、同じ店で初めての店で固め言っても、そこの良さも悪さもわからないです。だからまずはそこの普通を食べてみてください。うちはずんだれっていう茹で方が自慢なので、それを食べていただきたいです。店によって麺の風味、味、麺は柔らくいてたらコシがピーンと入ります。それぞれ違いがありますんで、それぞれいろんな食べ方をしていただきたいんですね。もう偏ったそれだけの俺は固めが好きなんだという気持ちも分かります。一回ずんだれ食べてみてください。ハマります。よそでは固めって言わなくなるかもしれません。そういうお客さんが多いんです。そうですね、やっぱりね、こちらに今日昨日から今日来られた方もね、やっぱりほとんどずんだれ、ほとんどずんだれでしょ。だから他の店では固麺とかでもいいと思うんですよ。でもうちではずんだれ食べた方が満足していただきます。うちのスープとうちの茹で方、これマッチしてバランスよくそういうふうに作ってます。そうです。だからそれをバランスを崩して注文される方いらっしゃいますけども、まずは食べてみてください。それが一番です。そうです。やっぱ作り手の気持ち、食べ手の気持ちもあるでしょうけども、お互いがマッチできると思います。そうですね。本当に森山大将の32年間が詰まったスープとラーメンをね、やっぱりじっくり見させていただきまして、うちのラーメンに私の品のない顔が映るでしょ。これが私のど豚骨です。今回どうもありがとうございます。どうもお疲れ様でした。